鎌田さん、特別な例が結構出てきそうなんですけど、どういうデートこれまでされてきました？恋愛運壊滅的なんですけどでももう出させたことほぼないそれはでもので、お付き合いされてきた方が年下だからってことですか？あんまり関係ないかな。出せる方が出すみたいな考えもあるので、付き合ってるってなると、お互いに何て言うのかな、分かるじゃないですか、その懐事情は。だから別に基本的に私が出したりとかが多かったっていうのもあるし。出してどのあたり行ったりとか何をしたりとか？別にどこでも行きます。私旅行にすごいお金をかける人なので、別に1泊2、30万とかでも別に行きたければ行きます。それは旅費は私がほぼ出してます。2人分。でも私が行きたかったのでっていうのに限るんですよ。全部払ってもこの人と一緒に行きたいと思う人しか一緒に行かないんです、そもそも。だから別に揉めないんですよね。それもしも稼ぎがトントンというか同じぐらいでも同じ考えですか？価値観として私の友達が言ってたのは、じゃあ俺今回払うわ、じゃあ次俺全部払うねみたいなのがずっと交互に続くんですよ、勝手に。なんかそれでずっとなんかうまくいってるというか、別にそれをルール化したわけじゃなくて、そういう人としか私が付き合わないからっていう、多分それなんですけど、気遣いがあると、じゃあ次何かやってあげようとか、じゃあ次俺がやってあげるよみたいなのが続いていくだけ。呂布さんはなんか本当は出してほしくて、でも出してって言いづらくてモヤモヤしたとかイラッとしたってことあります？20代のその貧しい頃はあったかもしれないですけど、でもそれで出してっていう方がかっこ悪いじゃないですか。だから痩せ我慢してたような気がしますけどね。そのかっこよさを求めるっていうのはもうずっと続いてるんですかね？いや、それをかっこいいというか、別にそれかっこいいことでもないんですよ。でも出してっていうのはかっこ悪いじゃないですか。その辺の考え方が古いっていうか、もう完全な昭和の考え方で、今さっき割り勘が当たり前になってきてる状況の中で、その考えめっちゃ古いなと思って。割り勘当たり前なんですか？23歳からしたらどうですか？周りの人たちを含めて。割り勘派が多いですね。恋人ですよ。男女恋人でもやっぱりその所得差っていうのも、年々減ってきてはいるのでまだありますけど、偏りがないっていう状態が心地いいっていう人が増えてきた気がします。偏るっていうのはおごってもらいすぎて気まずくなるとか？そうです。なんか気を使いやすい人が増えて、次どうするみたいな。逆におごってもらいたくないってことですか？気使うってことは。そうですね、そういう子も多いです。自分自身もそうですし、年上でもなるべく割り勘で行きたくて、逆に年上の方でもかっこつけたいとかおごりたいっていう気持ちが見えた場合は気持ちよくお願いしますっていう。ここまで聞いたら、じゃあもうね、男もかっこつけずに素直にね、山本さんのようにお金出してもらっていても良さそうですかね？言うこと自体はいいです。ただ言い方がすごく大切だなと思っていて、半分とまではいかないからこのぐらい出してもらえたら嬉しいんだけどどう思うみたいな提案から入っての話し合いだったら。そんなことつべこべ言うやつクソだせえなって思うけど。鎌田さん、デートでそんなプレゼン最初にされたらめっちゃキモいでしょ。いや、するのもしようとも思わないし、されるのも嫌かも。いやでもそれはすごいわかる。わかります、クリエミさん。2人はいい格好してますって絶対。いや楽屋で聞いてごらんよ。お二人は成功者なんですよね。違う。本当にそれは違う。成功者だと思う。でやっぱり私のその同級生たちは、山本さんみたいな価値観の中で生きてる方が20代後半ぐらいの方たちは多い。でもそれはやっぱり生活にそこまでの余裕がなかったりするので、だからそうなるともう話し合いで解決するしかなかったりするので。話し合うんですか？いくらお金出すっていうの。あると思います。でもそれ現状そうなってしまってるだけでいいことじゃなくないですか？いいことではないですね。あとなんかマインドの問題もあると思ってて、私だったらイラッとしちゃう自分が悔しいと思うんですよ。私が稼げばそこに対してイラッとしなくなるから。だからお互いをいがみ合ってるのってものすごくなんか虚しいから、なんかそういう気持ちになってたらまた違うんじゃないかなとは思いますけどね。割り勘がやっぱり20代では当たり前になってきてると、21歳。共有のものを割り勘するのは分かるんですよ。ご飯とか車勝手に買ってるんですよ。自分も負担を負わせられるって意味わかんないなって。別に車代出せって言ってるわけじゃない。ガソリン代を。ガソリンもでも自分の所有物でしょ。デートそれでしてんじゃん。迎えに行ったりしてんじゃん。好きでやってるんじゃん。そうかもしんないけど、乗ってくるじゃん。それは
乗ってあげてるんじゃん。じゃあ乗せてあげてんだやっぱりもうここマインドの問題だったり言い方の問題だったりすると思うんですけど、気にしないためにはこうしたらいいんじゃないかってなんか2人にアドバイスないですか？どう言えばいいんだろう。だから絶対かっこ悪くなることはもう確定ですからね、それは。それこそキャバクラの方とかホストの方とかって本当にたくさんの方からこうシャンパンを入れてもらったり人に尽くしてもらうっていうやり方がうまいじゃないですか。最近ああいうドキュメンタリー流行ってるんでそういうのを見て勉強されたらやりたいと思わせられるような言い方ができるような気はします。寺山さん的にはなんで私こんなに言われなくちゃいけないのとか思っちゃうから私がむしろ払ってあげたいって思わせられる話術を手に入れられたらすごい強いと思います。山本さんの努力が足りないとでもあれ商売だからね。プロがはいあれ商売なんで。浜田さんはどういう気持ちでそのシャンパンを入れてもらおうと？入れたければ入れればっていうタイプです私いやだは。からそうなんですよ。当たり前のように乗ってくるのがおかしいんですよね。乗ってやってるって言うんですけど、迎えに来てもらうのは当たり前と思ってるからそういう言い方ができるわけであって。ありがとうって言えばいいの？いやありがとうって毎回言えばいいの？言い方はい。 20代、今物価高があったり給料がなかなか上がらないってある中で払ってくれたら嬉しいっていう男性は結構いると思いますよ。抵抗者お二人って先ほどおっしゃいましたけど確かに抵抗者って何なんですかね。でもこれ議題変わっちゃうんですけど。さっきの川中さんの話聞いて思ったのがやっぱ一旦全部払うよってできるのってやっぱりある程度こうもらってる方じゃないと周りはできないって言ってますね。でもない時からそうです。じゃなきゃ誘わないもん。私払ってもいいって思える人じゃないと一緒にいないもん。その分何か別を我慢してた。我慢してましたね。何を？食べるものもう食べるものもそうだし自分のこととかはお金をかけてなかったかもしれないですね。僕も全く一緒ですね。食事はどういったもの食べてたんですか？その節約していた。クソみたいなもん食ってるんですよ。何ですかそれ具体的に言ってください。いやいやカップ焼きそばだけとかです。あでも菓子パン1個とか。でも彼女におごるのは何を？それはそのデートで行ったお店です。もちろん高いお店は行かないですけど、でも春風さん徐々にこの考え方も今古いって言われるようになってきてるのかもしれない。全体の所得が減っていってるのでそういう気軽にやっていくとどちらかが潰れちゃうケースの方が多いと思うんですね。前はカップ焼きそば1個を3食食べられてたのが全部おごるってなるとカップ焼きそば1個1日に食べるみたいな感じになるってなるといやもうそこまでのやつはさすごい我慢じゃないですか。女と付き合ってる場合じゃないよ。そうなんですよ。普通に働いてたらそこまで貧しくなんないから。ああそうですね。そこまで貧しいやつはもう本当にピクニックで車乗る資格ないですよ。お散歩デートですよ。それで文句言う女性はその人と別れた方がいいしお互いのため。結局はそうでも1円も払いたくない。全然納得しないですね。例えば山本さんの車で一緒に結構な遠くまでもう東京から新潟とかまで旅行に行きます。車があった方が観光するにはいいじゃないですか。そういう時に平山さんが行きたいって言った側、旅行に行きたいって言った側で車出してくれた。それのガソリン代がこのぐらいかかったんだけど払ってもらえるって言われたらどうですか？私が言ったんだったら平山さんが行きたいって言った場所に車で行ったらこんなことできるよねって言ってでガソリン代結構かかっちゃうからこのぐらい欲しいなだったらいいと思うんですよ。愛情表現として車を出した場合それは愛情表現として受け取るからお金絡んでくるとなんでってなっちゃうと思うんです。山本さんが払ってほしいってその辺思ってきたんだったらもういっそ車で迎えに行かない方がいいと思います。自分のためだけに車を使った方がスッキリすると思う。大丈夫それ？もともと頼んでないし頼まれてはいないけどでも楽でしょバス待ってる時間とか。着せてくるんだったらもうやだ。自分がここ行きたい車でどこ行きたいって提案は今まであったんですか？車だってリクエストしたことなくない？送り迎えはその好意で言ってるのか頼まれて言ってるのかでいうとどっちになるんですか？夜とかやっぱ帰ってくるの遅くなるとやっぱ心配なので迎えに行こうかな。それは払ってあげてください。全額別に払ってくれって言ってるわけじゃなくて5000円でいいから払ってくれっていう。多分それだったら山本さん意外とお金じゃないのかなって思ってきたんですよ。感謝が欲しいような気がしてきたんで車で送り迎えした時にチューしてとかいうお願いだったらすっごい可愛い彼氏だと思うんです。
コミュニケーションでねそうなんとかなりそうというかそれ結局心配なんだったらすごいやっぱ好きだからその好きっていうのがありがとうで返ってくるだけでも嬉しいってなるはず。だからそれがさっき言った帰り際に最初はありがとうって言ってたのに当たり前のように乗って当ちょったり前のとだから確ように乗っていくっていう信ついてきたかもしれません。鎌田さんはどう思いますか？見返りをどこに求めたかの違いなだけというか、気持ちでもらってたものがなくなったからじゃあお金にしてに変わっただけで、だから別にスタンスとしては何も変わってないんですよ。物質になっただけ。金銭的に失礼な話ですけどちょっと困ってるってことあるんですか？別にそういうわけじゃないんですけど、もともと割り勘っていう考えが根底にあるので、車が所有物であったとしたって彼女のために使ってるとかデートは一緒に楽しむために行ってるので、今までやっぱり言えなかったですけど、別にもう行ってもいいんじゃないかと思って、男側から。でも一人で乗ってる時間もあるのになんで全部のガソリン折半なのもあるし、寝てる間にずっと俺起きて運転してんだよ。だから運転好きでしょ？嫌いじゃないけど会話も楽しみたいじゃん。ちょっと喉乾いたなと思った時にペットボトルとか開けてもらったりしたいじゃん。気遣いと感謝が足りないからお金をもう請求したくなってきちゃったっていう結構拗ねてるみたいな感じ。構ってほしい気持ちが伝わってきました。最初の頃やっぱ仲良くやってるので、やっぱりお互い気遣いがやっぱあるんですよね。当然僕も気遣いが減ってる部分はあるとは思うんですけど、当たり前になってるっていうところにちょっと違和感を感じ始めて、お金としてもらった方がスッキリするよねっていう。家行って片付けしてあげるんですね。おで優しい。その時のありがとうも減ったくない？当たり前のように汚くしてる時もあるくない？そこでお掃除代行代とか請求しようと思ってませんけど。ちゃんと割り勘でいけるかっていうのは気になってるところだと思いますよ。ご覧の皆さんも。なんかいいことじゃないと思うな。いいことじゃない。割り勘はいいことじゃないっていうのは。ないと思うな。なんかなぜ？そうなってしまってるだけで、ん本当は別にそれはあんまりいいことじゃない気がしますけど。いわゆる男女平等とか多様性とか男だから女だからっていうのはやめようねっていう風潮が今あるじゃないですか。俺はそう思ってないんですよ。あ私は逆自分が全部払っちゃったりする。やってあげたいくらいの。ーそれは経済的に向こうが上であったとしても全然関係ないですね。なぜ？いつもありがとう。それを金額で示した方がやりやすいってことですか？やりやすいですね。でもそれはなんか恋人だけじゃなくて会社とかでもそうで、全員の社員の人と密にコミュニケーション取れてるわけじゃないじゃないですか。せめて誕生日だけでもいつも働いてくれてありがとうでお金をかけれるんだったらかけたいしって思っちゃう。めちゃくちゃ喜んでもらえるんじゃないですか？そうですね。でやっぱ喜んでもらえるなって思うからやっぱどんどんやってあげたくなっちゃうし、そうすると誰も不幸じゃないから送ってる方も嫌な気持ちはないってことですもんね。ないですないです。むしろやってあげたいし、それに対してなんかちょっとでもこう引っかかっちゃうような人は人に何かを尽くすくらいにまだ慣れてないと思っちゃうんですよ。心にも経済的にも余裕が生まれてない状態。やっぱやってあげたくてやるものだからそういうのは全て。鎌田さんは付き合いたてと、1年とか2年とか長くなっていくにつれて相手態度を変えるっていうことがどこまでが愛情表現でどこまでがそのなんか別れの近づいてることかなってあります？私は多分やりすぎて化け物を生み出すタイプなので、尽くしすぎて大体化け物を作り上げちゃうタイプなので。ダメを製造機そうですそうです。メーカーですね。ウォーカーではなくメーカーの方ですね。お作りになってらっしゃる。作っちゃうんですよね。でも別に私はお金がどうとか本当に思ってなくて、別に払える方が払えばいいし、懐事情もお互い分かるし、別に私が行きたいから行くところは全部払うし、別にそれでいいんだけど、それが当たり前ってやっぱなっちゃうんでしょうね。男も女も甘やかせば甘やかすほどつけ上がるっていうのはそれはそうなので、推し活にはめっちゃお金使うんですよ。推し活に使うお金があるんだったらこっちにガソリン代ぐらい払ってほしいなって。いやいや推し活は自由じゃん。あんたが押せないから推し活仕方なくて。いや彼氏をしないっておかしいだろ。俺だったらもう別れるかなっていう感じですけど。私も別れるかなって思うけど、